回はラズベリーパイで電光掲示板を作ってみました。自作 LED マトリックスでニュースや天気予報などの文字を流すことができます。以前ショート動画でも投稿していましたが、材料や作り方など詳細を説明していきたいと思います。1. パーツ紹介。使ったものはざっくりですがこちらです。ラズベリーパイゼロ W1 LED ディスプレイパネル RGB マトリックスボンネットスイッチング電源ラズベリーパイ用モニターとなります。次に各パーツについての説明です。ラズベリーパイゼロ W1 小型軽量で低価格なシングルボードコンピューターです。今回電光掲示板を表示する程度であれば高スペックなラズパイでなくても十分だと思い採用しました。0W1 とは GPIO ピンヘッダがハンダ付けされたモデルとなり、後に出てくる RGB マトリックスボンネットとの連結のために必要です。またラズベリーパイゼロの中にも種類があるので一覧を参考に載せておきますね。LED ディスプレイパネル。電光掲示板の文字表示に利用する LED マトリックスモジュール 64×32 ドットです。今回は1つですが2枚購入して連結することも可能です。RGB マトリックスボンネット。こちらはラズベリーパイ上で LED ディスプレイパネルを簡単に駆動するための拡張基板となります。これをラズベリーパイゼロ W1 に接続することで配線作業を大幅に削減し LED 看板や画像、動画の表示を Python 等で制御することができます。スイッチング電源。家庭用コンセント AC110V から 220V を直流電源 DC5V に変換できる AC/DC コンバーターのことです。 LED ディスプレイパネルは多くの電力を消費するため安価な USB アダプタでは動作が不安定になります。そこでスイッチング電源を利用し安定した稼働をさせることができます。ラズベリーパイ用モニター。今回は7インチのモニターでラズベリーパイの設定やプログラミングをして操作画面を表示するようにしました。2. 組み立て状況。ざっくりですが機器の接続状況と構成の説明です。ラズベリーパイ用モニター。操作画面のボタンで図形や文字を送る指令ができます。LED ディスプレイ。電光掲示板のようにニュースや天気予報などを表示することができます。スイッチ電源。 LED ディスプレイを安定動作させるために電源供給させます。また他にラズパイとモニターにも利用しています。ラズベリーパイと RGB マトリックスボンネット LED ディスプレイに接続するための配線を少なくできるメリットがあります。 LED ディスプレイ基板側。配線接続先は2つあるのでもう1つ LED ディスプレイ追加も可能です。組み立て状況の説明は以上となります。3. プログラミング風景。操作画面や指令などはプログラミング言語の Python で作成しています。主な機能ボタン。図形表示、文字表示、ニュース表示、天気予報表示、シャットダウンとなります。ニュース、天気予報に関しては Yahoo からスクレーピングという機能で最新情報を取得します。他にニュースの定期収集5分機能などもあります。クロンタブというファイルで設定。チャット GPT などの AI 機能を利用すればプログラミング知識が少なくても作成できますので興味ある方は
チャレンジしてみてくださいね。プログラミングの説明は以上となります。4. 操作画面起動。起動時に操作画面を立ち上げる設定にしてありますが、手動でも起動できます。デスクトップにある電光掲示板ショートカットをダブルクリックします。実行をクリックします。電光掲示板操作画面が起動したので、説明は以上となります。5. 電光掲示板表示、図形、画像、電光掲示板表示のデモをしてみます。回転する正方形、画像のスクロール、脈打つ色、6. 電光掲示板表示、ニュース、天気予報、最新情報を取得して3つのニュース表示します。ニュース1、ニュース2、ニュース3、最新情報を取得して天気予報を表示します。天気予報、電光掲示板デモの説明は以上となります。今回はラズベリーパイで電光掲示板を作成してみたを紹介しました。感想や気になることがあったら気軽にコメントで教えてくださいね。ご視聴ありがとうございました。動画が少しでも参考になりましたらチ
チャンネル登録や高評価をいただけると嬉しいです。